皆さん、こんにちは。今日は近鉄の観光特急しまかぜで京都から賢島まで乗車します。今から乗車できるとあってそわそわしています。けど、とても楽しみです。近鉄京都駅です。鹿さんがお出迎えです。近鉄京都駅の天井を見てください。和風な感じがいいですよね。さあ、いざ出陣。島風の入線を待ち構えようではないか。料金ですが、京都から賢島まで乗車券3060円、特急券1930円、島風料金1160円の合計6150円です。掲示板には10時発、賢島行きの特急島風が表示されています。9時32分に京都駅に島風が入線してきて、50分に扉が開きます。この京都発賢島行きの島風は、私鉄では日本で一番長い距離を走る特急です。距離は 195.2 キロです。京都発賢島行きは1日1往復しています。普通、特急に乗車するには特急券と乗車券だけで良いのですが、この島風は全席プレミアムシートなので、特急券、乗車券に加えて島風特別車両券が必要なのです。ごめんなさい。京都駅では車内が撮影できなかったので、賢島駅で撮影したものを入れています。島風には4種類の座席があり、まず2号車、5号車がデラックスカー仕様の3列配置の席です。3号車は現在の鉄道では珍しく食堂車という感じのカフェ車両が連結されています。それも近鉄お得意の2階建て車両で1階はゆったり落ち着ける空間、2階のカウンター席は景色を楽しめる空間になっていてとてもおしゃれです。3号車の廊下は狭いですが、足元から天井にかけてのガラス張りで圧迫感のない空間を演出し、さすが近鉄さんと思わせてくれます。隅っこにある山吹色の洗面が可愛くてたまりません。次に4号車のグループで使用できる6人掛けのサロン席。なかなか6人で使うことなんてないので、もう少し工夫して欲しかったところです。大きな窓が配置されていて、景色が見えやすい工夫。この辺はさすがといったところでしょうか。4号車の洋風個室です。ちょうど京都駅停車時にかかる大きな古時計のチャイムが鳴っていました。こちらは和風個室です。靴を脱いでゆったりできそうな感じですね。個室はベッド、個室料金1室1050円が必要です。3名以上でないとこの個室は利用できません。最後に1号車、6号車にある展望車両です。通常の床より70センチほど高くなっており、展望しやすくなっています。この展望の先頭の席は人気がありなかなか取れないそうです。2号車、5号車と同じ料金で乗車できますので、当然、こちらに人気が集まります。見て、この視界、まるで武将が将棋に座って見下ろす感じに見えてしまうのは私だけかも。2号車、4号車、5号車にあるパウダールームは女性にはありがたい部屋です。洗面は2号車、3号車、4号車、5号車に配置されています。とてもおしゃれで素敵です。番号が貼られたところは無料で使えるロッカールームです。大きな荷物はこのようなオープンスペースもあります。さて、開けてみましょう。スーツケースは無理そうですが、お土産とか買ったものを入れておくのに便利そう。こちらは多目的トイレです。2号車と5号車にあります。
出発の時間の10時です。皆さん、賢島まで島風を楽しんできます。近鉄京都駅を出発しました。今日は天気が良く、景色を楽しめそうです。この電車は賢島行き特急島風です。多分新幹線光502号だと思いますけど、すれ違いました。大和八木、伊勢市、宇治山田、鳥羽、宇方に停まります。次は丹波橋、丹波橋です。赤熊さんが車椅子なので、横に私が乗車します。この椅子何と思わせるような豪華なこと。本革で、電動リクライニングでしかもマッサージ機能付き。リクライニングさせると、この通り、快適な椅子へと変身。枕のクッションがふわふわで快適、頭の位置も変更できる優れもの。座席についているアームテーブルも重みがある木目調になっていて、2段に折りたたみ式で座席のアームレストまで届き、しっかりと支えることができるテーブルでした。背面テーブルも普通席のようなペランとしたものではなく、木目の重いテーブルでしっかりしています。宇治川に架かる淀川橋梁を渡ります。窓の脇に上下のスイッチがあり、押すとカーテンが出てきて楽ちんです。いろいろと撮影していたら、丹波橋駅到着前のチャイムを取り忘れてしまいました。楽しき農夫というシューマンの曲です。島風ではおしぼり配布サービスを復活させたのです。通常のセルフサービスはウェットティッシュですが、島風はコットンです。昔、近鉄特急はアーバンレディという乗務員が、アルミのボックスから温かいタオルのおしぼりを配ってくれていました。あのタオルだと100点満点だったので残念です。このタオルのおしぼりも、車内販売の売上減が影響したこともあって、1996年以降は、ウェットティッシュのような紙製のおしぼりとなったのです。ここで豆知識を、座席の番号の横の緑の LED は、この席使っていますよと合図で、青の LED は誰も乗ってないですよの乗務員用の合図らしいですよ。さて、私は3号車のカフェ車両にランチです。販売カウンターでは飲み物、お弁当、グッズなどが売られていました。2階席に行きたかったのですが、満員で1階席へ案内されました。逆に私だけなので良かったです。カウンターには赤いカーネーションが飾られ、ソファーとの色合いもバッチリです。窓の下に何か開くところがあったので開いてみたら、エアコンの温度調整でした。さて、メニューを見てみましょう。何を食べようかな。食事は、松阪牛カレー、松阪牛重、ハマグリのシーフードピラフの3つから選ばないといけないね。あとはお酒に、おつまみ、ソフトドリンクにスイーツセット、バニラアイス、赤福、バームクーヘン、あとオリジナルグッズの紹介ですね。よし決めた。ここは奮発して、ハマグリのシーフードピラフを注文しましょう。大和西大寺駅到着前のチャイム、おースザンナが流れましたね。まもなく大和西大寺駅です。大和西大寺駅は大阪、京都、橿原、奈良の4方面が交わるジャンクションです。複数の線路が混ざり合うポイントだらけの場所で日本一らしいです。なぜかというと、数々の歴史建造物があるため、地下が掘れず、仕方なくこうなったそうです。大和西大寺駅を出発しました。左側は奈良線へ、
私の乗車している島風は右側の橿原線へと入るので、ポイントをたくさんまたぐことになります。線路の幅が近鉄は標準機の 1435mm と広いですよね。一部凶器となっている路線もあります。 JR は凶器を採用しているので 1617mm と見てわかるほど狭いです。ちなみに新幹線は近鉄と同じ標準機を採用しています。標準機は幅が広いので高速走行が安定し、横揺れが少ないです。他の難しい理由はわからないですが、なんせ線路の幅が広いんです。大きくカーブし、そして近鉄日本鉄道の車両基地、近鉄最大事件車区があります。収容車両数は近畿日本鉄道の車庫では最多の277両です。先ほど注文したハマグリのシーフードピラフが来ました。レンジでチンと思ってたのですぐ来ると思っていましたが、結構時間がかかってました。ミネラルウォーターはなぜかクリスタルガイザーがついていました。あと10周年記念のコースターもついていました。とても美味しかったです。案外ボリュームがあって世は満足じゃ。ごちそうさまでした。スイーツも食べたいなと思いつつ、帰りの京都駅島風まで我慢することにしましょう。近鉄には赤福ですね。帰りにスイーツセットを頼んだよ。都ホテル京都8条のロンドというお店の桃といちごのショートケーキでした。本当は抹茶クラシックを食べたかったのですが、売り切れで残念。西大寺を出て少しすると山の一部が黄緑色のところが若草山です。この島風は鉄道車両の最優秀賞のブルーリボン賞を受賞しています。それだけいいということです。大和八木駅到着前のチャイム、故郷の人々が流れましたね。まもなく大和八木駅です。大和八木駅は大阪線と橿原線が10時に上下が重なる構造になっています。そのため島風は橿原線から大阪線に入るため、連絡線を使ってぐるっと回って大和八木駅に入ります。この大和八木駅は近鉄の駅で他社の鉄道が乗り入れない駅で唯一の立体交差駅でもあります。大和八木駅を出発しました。次の駅は伊勢市までノンストップで1時間ほど走ります。大和八木駅を出てすぐ左側に大和三山の一つ耳鳴山が見えます。低い山ですが形がいいお山です。整備もされていて登山もできるようですよ。大和三山は奈良盆地に3つの山々がボコボコと立っており、国の名勝にも指定されています。後ろに映ってる山が耳鳴山です。2つ目の山は天のかぐ山と言います。大阪線耳なし駅の右側にあるのですが1キロほど離れているので見えないかもしれません。最後に米火山ですが、大和八木駅の近くで南大阪線と橿原線の間にあります。近鉄桜井駅は JR 西日本の万葉まほろば線と近鉄大阪線が乗り入れ接続駅になっています。近鉄桜井駅を越えると左側の地上に単線の JR 万葉まほろば線が走っています。万葉まほろば線は名所や史跡が多く、車窓からは三輪山や大和三山を望むことができます。一度は乗車してみたい路線です。名張川を越えると名張駅です。時刻は11時16分通過。名張は大阪に約60分ほどの位置に存在する大阪府のベッドタウンとして発展したところでもあります。そういえば学生の頃、先生が名張から学校まで通ってると言ってたのを思い出します。
11時21分、伊賀神戸駅を通過。近鉄大阪線と伊賀鉄道の乗り換え駅です。伊賀鉄道は伊賀神戸から伊賀上野まで走る路線です。忍者の里として有名で、列車に松本零士がデザインした忍者列車が運転されています。そろそろ新青山トンネルですので、島風チャンネルの全面展望でトンネル内を見てみましょう。接続方法は席に置いてある冊子を見てね。西青山駅を通過後、すぐ新青山トンネルに入ります。このトンネルは全長5652メートルで、トンネル内はロングレールを使用し、継ぎ目がありません。ですから振動が少ないのが特徴です。トンネル内は直線で33パーミルの下り勾配があるそうです。パーミルとは水平1000メートルに対しての高低を表しています。つまり1000メートルで33メートルの高低差です。11時21分、榊原温泉口駅通過です。伊勢国と呼ばれた時代に湧き出していた温泉で、枕草子に湯花名栗の湯、有馬の湯、玉造りの湯と記されてきた三名泉の一つに数えられる温泉です。けど今は自噴していた温泉が枯れてしまい、地下からポンプアップで維持しているそうです。まもなく伊勢中川駅です。名古屋行きの支線が分かれ、名古屋線が伊勢中川駅に合流します。焼肉一升瓶の看板があるではないですか。ここは炭焼きでとても美味しいですよ。伊勢中川駅は大阪線、名古屋線、山田線が交わる大きな駅で、5面6線もあり近鉄では3番目ぐらいの大きさではないでしょうか。11時42分、島風は伊勢中川駅を通過します。伊勢中川駅は赤福の看板がいっぱいあります。店もないのにね。不思議です。何か理由があるのでしょうか。前に映っている線路は JR 紀勢本線です。松阪駅は JR 紀勢本線と近鉄山田線が乗り入れ、接続駅になっています。11時48分、松阪駅を通過です。ここは私の父が育った町です。なんといっても松阪牛で有名ですよね。地元の方はやはり天皇陛下が食事をなされた和田金を愛しているようです。和田金でいい部位の精肉を買うと高いですが、細切れがお手頃で美味しいのです。良い部位の切り落としですからね。和田金で精肉を買うと、竹の皮に包んでくれます。今度この精肉を買いに松阪へ行こうと思っています。まもなくこの電車は台風平安通りを通過いたします。左側に3棟の復元建物がご覧いただけます。平安時代を身近に感じる台風平安の森にぜひお出かけ島風では観光案内はこの五木宮のことだけが車内放送されます。天皇に代わり伊勢神宮に仕えた皇族女性が住んでいた宮殿が五木宮なのです。なぜ伊勢神宮から15キロも離れたところにあったかは解明されていないそうです。この大きな河川は三重県で一番長い宮川です。この宮川橋梁は鉄道ファンの間では有名な撮影ポイントでもあります。伊勢市駅到着前のチャイム、羊飼いの家路が流れましたね。まもなく伊勢市駅です。伊勢市に到着します。
勢市駅は伊勢神宮下宮に行く際の最寄り駅です。お伊勢参りには参拝の順序があります。参拝は下宮から内宮の順に行います。肩参りは避けるべきと言われています。実はまだ一度も行ったことがないのは秘密です。宇治山田駅到着前のチャイム、ビバルディの春が流れましたね。まもなく宇治山田駅です。お出口は左側です。伊勢市駅を出ると左下に見える単線は JR 三味線です。風をご利用いただきありがとうございました。12時1分に伊勢市駅、そして12時3分に宇治山田駅に到着です。たった 0.6 キロしかないんですよ。こんな短い距離ならどちらかの駅だけに止まれば良いと思うんですが、何か事情があるのでしょうか。宇治山田駅に到着です。さすが天皇陛下をお迎えする駅だけあって立派です。貴賓室もあるんですよ。ちなみにお召し列車はこの島風が使われ、ご両者は2号車になるそうですよ。駅舎本屋は2001年に国の登録有形文化財に登録された駅なのです。山田線はここまでで、宇治山田駅から鳥羽駅まで、鳥羽線に名前が変わります。この電車は賢島行き特急島風です。今渡った川が五十鈴川です。伊勢神宮に参拝する際に手を清める川です。鳥羽駅到着前のチャイム、我は海の子が流れましたね。ちょうど海が見え、これも演出なのでしょうね。きっと。お出口は左側です。扉にご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。まもなく鳥羽です。鳥羽駅に到着です。鳥羽駅は近鉄と JR 東海の接続駅にもなっています。2020年に JR の鳥羽駅は無人駅となってしまいました。鳥羽駅から志摩線に変わります。志摩半島を走る観光路線で、海沿いの路線ですが、海の見えるのは鳥羽駅や賢島駅付近のごくわずかです。急カーブが点在して高速走行が難しく、ゆっくりしか走行することができません。賢島行き特急島風です。次は宇方です。站是提方이 전차는 카시고지마행 킨텍스특급 시마카제입니다. 다음 역은 우가타입니다.海沿いのカーブを走っていくと鳥羽水族館があります。日本で唯一ジュゴンに会える水族館です。鳥羽水族館の右奥に伊勢湾フェリーがあり、伊良湖岬まで運航しています。国道42号線はこの鳥羽のフェリー乗り場で終わりなのです。そして伊良湖岬で再度国道42号線となり、浜松の方へと続いています。なんか不思議な道路ですよね。全面展望ですが、お待たせしてごめんなさい。人がいなくなったので撮影してきました。今度は一番前の席に乗車するぞ。
宇方駅到着前のチャイム、きっとエスパーニャが流れましたね。宇方にまもなく宇方駅です。お出口は右側です。島スペイン村の最寄り駅です。冬季になると駅前には地元有志によるイルミネーションが併設されるそうです。賢島駅到着前のチャイム、私のポニーが流れましたね。まもなく終着の賢島駅です。この電車はこの駅までです。12時47分、賢島駅に到着です。2時間40分では、私鉄最長路線としては短い気はしますね。もっと長くなってほしいというのは鉄子としての願望です。賢島駅には特急と伊勢島ライナーが止まっていますね。駅に止まっているのは特急だけということですね。なんて豪華なんでしょう。さて降りることにしましょう。島風さん、豪華なキャプテンシート、美味しいお食事ありがとうございました。とても楽しかったです。と言いつつ、後でまた乗車します。その際はまたお世話になりますね。隣のホームに島風が入線してきました。2編成も島風がいるなんてテンション上がってしまう私。すごい、特急ばかり4編成も止まっているよ。賢島駅でしかこんなのは見れないよね、きっと。何か特急が迎えてくれているようで嬉しかったです。ありがとう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。